ロジカル FX 通信の補足解説動画をしていきたいと思います。タイトルはこちらになります。では早速、昨日のトレードポイントを見ていきましょう。はい、昨日のトレードポイントはここになります。で、このトレードポイントを説明する前に、ちょっと環境をちょっと見ていきましょう。で、昨日の環境っていうのは、こっちは週足を見てもらうと分かると思うんですけど、大きく、陽線が出てきたっていうところですね。で、ここ2、3週間、非常にやりづらい環境になってました。で、それは、なぜかっていうと、ここの週足の陰線がこの2本、もしくは3本出たからなんですね。で、これが出ることによって、なぜトレンドフォロワー系のデイトレーダーがやりづらさを感じるのかというと、ここの内部構造がですね、日足とか4時間足で見てもらうと、ワイドレンジになるんですよ。週足見るとたった2本の陰線なんですか、2、3本の陰線なんですけど、日足4時間足で見ると、非常に大きなワイドレンジになるんですね。で、これ4時間足です。で、この黄色で囲んだところ、これ見てもらうとわかるんですけど、もう方向性がない大きなレンジですよね。なので、非常に我々トレンドフォロワーにとってやりづらい環境になってたと。それがやっと2、3週間ぶりに昨日抜けたんですね。で、抜けたことによって、史上最高値を更新したんですけれども、で、この日足の、このチャートですね。で、ここの黄色の陰線のここの部分が日足だとここの部分になります。はい、で、この日足のチャートは、ですね、ここに水色と、ピンク色のローソク足がありますよね。これが、週足の、陰線2本と、これ陽線になります。この部分ですね。日足の、中に、週足のローソク足を、組み込んで、ちょっと説明しやすいように、可視化しやすいように、こんな感じにしました。で、この部分っていうのは、ワイドレンジになってるわけですよね。4時間足で見ると、こんな感じになってて、非常に、我々デイトレーダー、トレンドフォロワー系のデイトレーダーにとっては非常に難しい環境になっている。なので、こういう環境で、特に初心者なんですけど、近づくのがいいのか、こういう環境で、賛成すべきかどうか、もしくは、ちゃんと抜けてから、このワイドレンジを抜けてから、勝率の高い、ポイントで、トレードするのか、っていう問題が出てきます。で、週足こうやって2本、陰線が出てくると、本当にやりにくい環境が初心者に出てくるんですね。で、週足2本だと2週間丸々トレードできなくなりますよね。で、初心者にとっては、そこ2週間全くやらなければ、単純にそこはやらないっていう戦略を立てるのか、いやいや、2週間、それ時間もったいない。トレードしないと結局収益ゼロですよね。なので、難しい環境っていうのは、初心者にとって難しい環境っていうのは分かってるんだけど、あえて、この2週間、自分の分かるところを分析して入っていく。ただ、こういうワイドレンジって初心者じゃ結構分析できないんですよね。なので、勝率がどんどん落ちていってしまって、結果的にFX 難しいなっていう風になってしまうわけですね。で、最終的に、こういうワイドレンジはもう捨てて、もう2週間も我慢して、こうやって抜けた後から、入っていく。そうすると、分析もしやすいので、勝ちやすくなる。っていう戦略を取るか。
そのどちらかになるんですけど、なかなか難しい問題ですよね。こういう、よくあるのが、こういうワイドレンジが出てきてしまった。週足で陰線が2本出るようなところというのは大きなワイドレンジなので、そういう環境になってしまったら、もうこの通貨ペアを捨てて、他の通貨ペアでトレンドが出てる通貨ペアっていうのをあえて選んでいく。ただ、初心者にとっては、一つの通貨ペアで、成績が安定しないのであれば、他の通貨ペアを見ても、結局、成績が安定しないんじゃないかっていう、疑問は残ってしまうということですね。なので、こういう難しいところでも、あえて、頭を使って分析をして、経験値を積んでいくしかないかな。初心者にとっては。低ロットか、低ロットぐらいでちょっとやってもらって、精神的に痛みがない、ロットですね。でやってもらって、経験値は、あくまでも積むっていう戦略で、やるのも、いいのかなと思います。はい、じゃあ、ちょっと、昨日のトレードポイントをちょっと解説していきますね。で昨日のトレードポイントは、ここです。はい、で、このポイントをまず選んだ理由としては、ここから下は、さっきも説明したように、非常に大きなワイドレンジなんですね。ただし、ここからこうやって4時間足のダウが出てきたんですね。で、この4時間足のダウが出てきたところっていうのは、狙いやすい。我々デイトレーダーにとっては非常に狙いやすいところなので、そこが出てきたので、ここからここですね。ここの波を取りに来ましたと。で、エクジットポイントは、ここの、ちょうどバンドが閉じてるところがあって、日足のバンドが閉じてるところがあって、で、そこがちょうど、この最高値、史上最高値にちょうど重なるんですね。なので、まず第一目標としてはそこを、一つのゴールとしました。はい、で、ここからここまで、約60ピプスぐらいあったので、70ピプスぐらいあったので、基本的には私のスタイルとしては60ピプスぐらいをしっかり取っていけば、それで満足なので、ここからそれ以上狙うっていうよりも、ここまで伸びるっていうのは分かってたんですね。はい。実際にここまで伸びた後に、100ピプスぐらいこうやって落ちてきたんですよ。で、そこから上に上がってきたので、あえて、伸ばすよりも、こうやって100ピプスぐらい落ちてきてしまった場合っていうのは、正直、そこで振り落とされて負けてしまうので、自分のその心地よいピプスですね。を取ったら、いくら伸びようが、そこは、欲張らず、しっかり取っていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。はい。実際に、ここから100ピプスぐらい落とされて結構負けた人も多分いたと思うんですよ。それで、昨日のこの大きな上昇っていうのは結局、つかめなかったっていう人も結構多いと思います。はい、で、ここのダウっていうのは、この史上最高値を超えるところなんですね。言い方変えると、この史上最高値みたいなところを超える直前に出るこの4時間足のダウっていうのは非常に強力なんですよ。なぜかっていうと、この史上最高値を今から超えますっていう一つのサインになっているので、もうここの波っていうのは一方通行なわけなんですね。なので、ここで大型指標があって、で、ここで揉んでたわけですね。で、ここ抜けちゃうと、もう今説明したみたいに、もう4時間足のダウが出て、ここの史上最高値を更新するっていうような直前に出るダウっていうのは非常に特殊で一方通行なので、もうここを抜けちゃった場合、もう上しかないんですね。なので、ここっていうのは、私の鉄板ポイントでもあって、もうここまで、も
絶対に行くっていうような、頭で入っていった。だから全然ためらいもなく指標が終わった後で、エントリーしたっていう感じですね。もちろんスプレッドはちゃんと収まってからですけどね。これになった時にも収まってましたけど。で、さらに、ここの、DAO っていうものが本物かどうかっていうのを確信するためには、私がよく使っている領域分析っていうのを使うと非常に、よくわかるようになります。確信を持てるようになります。で、領域分析は、どうやって分析したのかというと、まず、冷やし見ると、この枠で波が動いてるんですね。で、1段、2段、3段、4段、5段になってるわけですよ。昨日のポイントっていうのは、まさに5段のちょうど一番上のところですよね。ここでピタッと止まって、で、一旦下がってみたいな感じですね。で、4時間足見ると、ここの日足のこの赤い段のところですね。が、こうやって綺麗に分かれていて、その中に4時間足の、段が分かれてるわけですよ。つまり、この赤い日足の、段の中に4時間足の段が2個ずつこうやって入ってるんですね。で、昨日のポイントっていうのは、ここのポイントです。日足の下から数えると1、2、3、4段目の4時間足の上段に入ったところのここですね。で、ここに、こうやってダウが出てたわけですよ。昨日の場合は、ここから4時間足のこの、こうですよね。段のところから上に行って、で、イメージ的にはこれですかね。でこんな感じで上がっていったみたいな感じですね。はい、で、ここに、ダウが出てたところですね。で、こういうふうにきっちりと、この日足の段の中の4時間足の段の中で、きっちりこうやって上がってくるダウっていうのは非常に強力なダウになってくるので、そういったものが出てきた場合っていうのは、さらに、このダウっていうのは本物なんだなっていうのが、よくわかるようになります。で、それを、理解するためには、やっぱりこの領域分析っていうのは非常に便利なので、ぜひ覚えてもらいたいですね。で、しっかりできるようになると、この段が同じ幅でできるようになりますからね。これ同じ幅ですよね。こういうふうに綺麗に幅になってます。で、その中で4時間足も綺麗に上段下段っていうのが書けるようになります。はい、で、水平線って、基本的には適当に引くんではなくて、こういうふうに綺麗に引けるようになるんですね、最終的には。で、そこにうまく波が乗っかってくるっていうのが、本物の、波になってくるので、本物というか普遍的な波になってくるので、もし自分が書いた水平線っていうのが、こうやって綺麗に書けないのであれば、その水平線っていうのは基本的には意味がない水平線になってくるので、もし、このように自分の、書いた水平線がなっていないのであれば、もう一度そもそも自分が負けてる理由っていうのは、もしかしたらこういうふうに綺麗に水平線が引けてないんじゃないかっていうのをまず疑ってください。で水平線理論の、もともと根源っていうのは、真髄ですね。真髄っていうのは、こうやって綺麗に書けることで初めて活用できるので、もし今自分が書いた線がこうやって綺麗に書いてないのであれば、そもそも一番初めの部分がもう間違ってるんじゃないかっていうのを疑ってくださいね。その後に DAO とかなんとかっていうのを、考える。
と、例えばボリンジャーバンドのエクスパンションとかで考えると、だんだん、そもそもが、綺麗に書かれるってことは、そもそもが合ってるので、その後の分析も当たってくるわけですよね。逆に言うと、そもそもの線の書き方が間違ってしまうと、何を当てはめても間違ってしまうので、その根本っていうのをもう一度見直して、で、そもそも自分が間違ってるんじゃないか、書き方が間違ってるんじゃないかっていうのを、ちゃんともう一回考えてから、見直してから、自分の分析っていうのをもう一度、見直してみてください。はい。今日の説明は以上になります。